雨ばっかりでね、嫌になっちゃいますね。寒いし。寒いんですよ。今日もね、気温10度しかない。ゴールデンウィークだっつうのに。そんな中、ちょっと晴れた隙を狙って、先週枕木を並べたでしょ。あそこの脇にね、枕木とこう地面の段差があるでしょ。枕木、地面、ここのね際にね、ギボウシを、もともと生えてたギボウシをよそから持ってきて、そこにね今植え替えてるんですよ。そしたらこう枕木と地面のこの段差がこうぼかせるでしょ。なんか枕木の断面というか切ったところも見えなくなるし、なんとなく全体に馴染むかなと思って、今ねギボウシとかあとシダですね、そういうのを枕木の脇に植えてます。とね、何年か前からね、僕がね庭作りの実験としてやってることがあるんですよ。で、お庭って花を植えるために花壇を作ったりするでしょ。僕それをね、前はね花壇作ってたんですよね。石を組んで花壇を作ったんですけど、最近それはもう取っ払っちゃってて、でどうしてるかっていうと、花壇以外のものを作るっていうことにしたんですよ。だからその枕木の歩道だったり、主に歩道ですね。歩道を作ったり池を作ったりで、それ以外のところは全部もう花壇ってことにしちゃおうと。で、花壇と言ってもお花だけじゃなくて雑草とかも、雑草とか花が生え放題なの。そしたら草刈りも最低限で済むでしょ。なんていうかナチュラルだし、なんていうのかな僕が喋り方が下手だからあんま伝わってないかもしれないんですけど、要は草刈りをする面積をどんどん減らしていってるっていうか、ちゃんと道があればそれ以外はそこまで手入れしなくていいというような環境を今作ってるところです。なかなかね、ナチュラルガーデンってあれナチュラルって言ってるけど難しいんですよね。ただほったらかしにしておけばナチュラルガーデンになるわけではない。ナチュラルガーデンと言いつつ、すごくなんだろうな、でもなんかほったらかしてるように見える庭を目指してるんですよ。手入れが行き届いてますねって感じじゃなくて、なんか ほったらかしで自然にこうなりましたって感じのお庭を目指してます。僕はね、あんまりイングリッシュガーデンとかすっごい綺麗なピシッとした庭があるでしょ。ああいうのだとね、ちょっと僕は息が詰まってしまいそうになるんです。だからよそに行ってそういうのを見るのは大好きなんですけど、自分のところがそれになるとね、ほんと息が詰まってしまうので、なんかナチュラルガーデンというよりも適当手抜きガーデンを目指してるんです。これでね、この間は何の話をしましたっけ。車を買った、激安中古車を買ったという話ですね。全然ね調子いいですよ。もちろんね、僕の友人の車屋さんがちゃんとバッチリ整備してくれたんで、ちょっと坂はこの辺山なので、坂登るときちょっとパワー不足は感じますけど、全然必要十分という感じで活用してます。何より軽トラより全然燃費がいいんですよ。これは助かる。
であとはあれですね、絵はね相変わらず毎日描いてるんですよ。今日は今手元に持ってきてないんですけども、この1週間で描いたのっつったら、ここ何作か動物の赤ちゃんシリーズが続いてるんですよね。なんか黒猫の絵を描いて、なんか面白かったので黒猫を何匹かね続けて描いたんですよ。でこの子猫特有のこう毛がポワポワした感じを描いてみたいなと思って黒猫の子猫を描いたら、それがね僕的にはすごく自分で気に入った仕上がりになったので、こういう毛がポワポワした子供の動物を他にも描いてみようってことで、よくねこの辺の周りで見かけるイノシシの子供をねウリ棒を描いたり、あとその流れで牛を描きました。この辺のね熊本はね赤牛って言って茶色い毛の牛が名産なんですよ。霜降りじゃなくて赤身が美味しい牛肉なんですよね。でそれがねもうこの辺至る所で放牧されてるんで、その赤牛の子供を描きました。それが昨日かな。今日はまだ描いてないです。そうおかげさまでねたまに絵を買ってくださる方がいるのでとても助かってます。モチベーションがすごく高まります。この間車の話をした時はあれはね事前にある程度話すことを原稿っていうか箇条書きにまとめておいたんですよね。こういうことを話そうと思って。普段そういうことしないんですよ。普段そういうことしないのでこんな感じでなんかあまりまとまってない話し方なんですけど、どっちがいいのかは分かりませんけども、ちょっとねほんとね今梅雨みたいな感じで連日雨なんですよね。せっかく気持ちがいい季節なのに明日も雨らしい。なんかね僕は関係ないですけどゴールデンウィークでお休みの人はちょっと残念な天気だと思いますけど、まあ今日はこんなところでまたお話ししましょう